こんにちは。MH4 と 4G のテンプレ防具紹介、やっていきます。趣旨としてはタイトルそのまんま、4シリーズを彩ったテンプレたちを紹介するよ。下位、上位、G 級と順番に紹介していくんだが、一部 MH4 でしか再現できないものもあるよ。また、現在 DLC が配信終了してるので、DLC 限定のものは G 級の後、別枠としてます。10年以上前に流行った防具の数々、懐かしい装備がたくさん出てきますよ。それじゃあ早速見ていこう。本編開始。まずは下位から、ギゴギゴの登場だ。これが注目されたのは MH4 の初期も初期ですね。発売直後から話題になってた気がします。特徴は何と言っても回で発動する匠ですね。当時は匠の発動難度が高い作品が続いてました。スロット3つに研磨銃を入れることで砥石拘束もつく、回の決定版とも言える装備だ。怪武器は切れ味が貧弱なことも多いので、それを強力にサポートしてくれますね。ポイズンタバルジン回など、青毛の出る武器とは特に相性が良かったです。難点としては、寒気立つくちばしを2つ使うこと、ギザミの爪との素材交換に必要なんだが、レア素材扱いだから、出ないときはとことん出ません。ゴマ素材も含め、製作難度は高いと思います。回はさすがに1つだけで終了。こっから上位に入るよ。出ましたね、フルゴア。これは MH4 初期の集会所でよく見ました。スキルは非常に攻撃的で優秀です。ギゴギゴに比べ火力は大幅にアップします。ただね、これを着てたハンターたちのおかげで、ちょっと悪い意味で有名になっちゃった装備だね。テンプレ通り、5アイスを交えてない子すらいて、ガチのカイフルゴアは地雷の代名詞でしたね。ゆうたくんを抜きにしても、非耐性の低さは気になるね。ゴア防具はもともと非耐性が低い。スキルも合わさると、驚異のマイナス43だよ。マッチ1本あれば死にそう。困ったことに、集会所5と6の緊急が必須でして、あまたの装備車が焼かれてしまいましたね。ただ、非耐性さえなんとかできれば、強力なのは確かです。じゃないとテンプレにはなりませんから。ナンバー3、5倍なるが、ここからはバイカ軍団の登場だ。同型バイカはその名の通り、スロットの装飾品も含め、銅のスキルポイントを倍化してくれますが、MH4 は昔よりバイカ防具が充実してるのが特徴です。高防御力のものが全部位にあります。それでいて、銅防具に優秀なものが多いんだよね。昔はバイカ対策でか、ポイント抑えめのものが多かった。そんなわけで、バイカテンプレがたくさん登場したんだ。このナルがバイカもその一つ。適当に倍化するだけで、攻防一体のスキルがつきます。スロ1に装飾品入れれば、5スロスキルも簡単発動。ただし、回避距離アップが邪魔になる武器種もあるので、相性は結構選ぶ装備ですね。ランスによく使われてたイメージあるな。性能3まで入れて、ステップしまくるやつ。欠点としてはやっぱり見た目かな。なんだこの化け物は。スカルヘッドが相当響いてますよねこれ。骸骨だから呪いでも持ってるんでしょうか。あ、そうそう、これは 4G では使えないよ。なぜか、匠が1ポイントに減らされちゃった。これ謎ですよね。そこまで強くないと思いますが。バイカ防具の2つ目、5倍ランポス S。こちらも匠2を中心に、優秀なスキルを持つランポス S メールの5倍装備になりますね。こちらはナルガほど派手な性能ではありませんが、より攻撃力を重視した構成になります。これは 4G になってからかなり評価を上げた印象ある。4時代は周りの影に隠れがちだったが、ナルガの弱体化と村上位でドスランと戦えるのでめちゃくちゃ作りやすいのがいいですね。バイカ防具が揃わずとも、ギゴギゴから銅を変えるだけで純粋な防御力向上になります。1から 4G を始めるならかなり頼りになる。上位序盤を支える存在だね。バイカ防具のラスト、リベリオンバイカ。こちらは5倍する必要はなく、いろいろな組み合わせがあります。中心となるのは東証3スロ1を持つリベリオンメイル、真打ちをベースにした火力装備となります。まずは雑に4倍で真打ちをつけるところから始まり、お守りも含めてどんどん強くしていく感じだね。最終的にはバイカを2つに止めて、東証1の防具で補う形になるかな。組み合わせとしては EX インゴット頭、ミラバル腕、その他ウカムシリーズって感じですね。上位なので拡張性は厳しいものがありますが、防御力も含め G 級のスタートダッシュにも有用です。実際、我々も 4G の開幕はこれベースだったよ。懐かしいな。続いては混合防具だ。リオソウルとナルルガエスの組み合わせ。これに関しては色々な組み合わせがあります。共通するのはリオソとナルルガエスを使うことくらいです。
ただ、どう組み合わせても、銅はガルルガになると思います。聴覚保護4、切れ味2、スロニと超優秀。スキルは耳栓と技物、それに見切りがベースになる。高級耳栓も楽勝でつけられるね。ここまでのテンプレが匠だらけだったから、匠不要武器といえば、これのイメージあるわ。リオソウルとガルルガってセカンド G の頃も優秀でしたよね。どちらも同じようなスキルを持っています。欠点らしい欠点はないですが、強いて言うなら作るのは結構大変ですね。シンプルにガルルガが強いってのと、リオソも攻撃使う部位があるね。地味にガルルガ道の翼4もだるい。壊すの大変な上に複数個集めづらいんよね。次、エアリアルテンプレ。これは結構有名な装備かな。名前の通りで武器はエアリアルグレイブ限定です。武器スロ3までフルに使います。スキルはたくさんあるものの火力スキルはありません。武器の麻痺を生かしたサポート装備ですね。当時、生産でまともな麻痺武器ってかなり少ないのよ。各有総中魂も覚醒したこれしかないけど。なわけで、ノリも持ってるエアリアルに高速役として白羽の矢が立ったんだな。これ、ギルクエのテオとかに担いでた覚えがあります。爆破やられも防げて便利なんですよね。ただ、前述の通り火力はマジでないので、MH4 中期以降は歓迎されてなかったように思います。ギルクエ部屋では生産自体がいい顔されてなかったしね。それはこの装備に限らんな。超イラスト、ディアブロテンプレ。別名、角の呪い。匠、集中、抜刀、いわゆる体験3種の装備ですね。これ、毎作品テンプレ入りしています。体験用スキルは特殊すぎて使い回しできないからね。組まれたら必然的にそれがテンプレになるよ。MH4 で有名な構成は右にある形だけど、お守り次第でカスタマイズ可能だね。我々はギルクエ部屋で上記の装備使ってました。武器は倍率230、ダシロ40の発掘特体験です。今見ると耳栓ついてないの結構ありえないが、これ使ってる時はあんまり違和感なかったな。ネックとしてはやっぱり見た目だろうか。ディアブロ頭と銅の主張が強すぎる。頭はトライ G から続く呪い装備ですね。どちらも全く同じ理由です。発掘でスシローを引けば解除できますが、そちらは完全に運次第です。ここから G 級に入るよ。馴染み深い装備が多くなると思う。まずはガルルガ X の外貨装備ですね。これ含めるか迷ったんですが、少なくとも我々の周りでは使う人が多かったので、紹介することにしました。G2 以前で作れるテンプレらしいものがないんだよね。ほっとくと全部 G3 以降になっちゃう。これは G2 段階としてはかなり有用だから紹介させてほしい。上位で紹介したリオソバルルガのパワーアップ版ですね。匠不要武器におすすめの装備です。G2 でちょうどレギオス武器が G 級強化できるので、相性は抜群です。ガルルガ X 銅が聴覚保護も切れ味にスロニと相変わらず超優秀だよ。これを倍化するだけで耳栓発動だ。リオソウル Z との相性も最高にいいね。我々はディアブロ Z を入れて弱徳を追加してました。攻防一体の優秀な装備と言えます。DLC なしだとガルルガフェイクが作れないので、高耳装備としてはずっとお世話になるでしょう。次はこれね。カイザー X の倍化。これは G 級版の体験テンプレですね。G3 入ってすぐ作れます。特徴的なのは刃術でしょうか。抜刀元気とノウトウ術がつく非常に優秀なスキルです。これ 4G 発売1週間後くらいに発見されて、体験スレで話題になってたね。こればっかりになるんじゃないかと言われてたが、大体その通りになったよね。DLC なしではアーティラートとの相性が非常にいいです。これ一つあれば古文書も全部いけるでしょう。タメタン4スロ3以上のお守りがあれば、武器スロなしで5スロスキルを追加することが可能です。カイザー X 銅がマント装備で、晴れてディアブロの呪いから解放となったよ。逆に 4G はマントだらけになりましたが、角生えるよかマシでしょう。続いてはめっちゃ有名な装備、ウカウカウの紹介だよ。特別語呂がいいわけではないんですが、妙に呼びたくなる名前してます。先ほどと同じくカイザー X 銅を中心に、ウカムとカイザーの混合となっていますね。弱徳や攻撃などの火力スキルが多いのが特徴かな。弱徳がデフォで発動するテンプレは意外に少ない。心眼や耐震があるので対ラージャンとして優秀です。体験以外の近接に向いています。特にクーネエンカムとの相性がいいですね。死に打ったらウカウカウが出ることもザラです。これは DLC 環境でも全然通用する装備だね。有名になるだけはあるわ。お次は毒ドミ。これも名前はかなり有名なんじゃないかな。特にスタイリッシュな名前でもないんですがね、癖になる名前なんでしょうか。これはリベリオンバイカの G 級版なイメージです。
真打ちプラスアルファって感じの火力装備。まずは技物の発動を目指すことになるだろうね。クジュラハトゥーの切れ味3がかなり優秀。ただ、これ以上を目指すとなると、お守り次第になる。意外と拡張性は低かったりするよ。136以降のギルクエ部屋では、まず見かけませんね。使われるのは土天腰くらいでしょうか。真のうち技物弱徳みたいな火力構成自体は人気だがね、毒ドミの原型をとどめていないことが多い。その他難点としては、やっぱ作るのが面倒な点か、作成時期自体は意外に早いんだが。ただ、乗り換えるのも高レベルのお守りが必要なんで、長く活躍してくれるのはいいところですかね。ナンバー13、泣く泣くな。ナルガとクシャルの混合装備だよ。スキルを見るとわかる通り、5倍ナルガの G9 版です。装備される目的も大体一緒でしょう。これについては、ちょっと力不足な印象。火力スキルが巧みしかないのが難点だ。しかも、回避性能以外は装飾品がないと発動しない。拡張性についても厳しいものがあるよ。これを使うなら、発動スキルすべてを活用したいところです。ランスやスラークが候補でしょうかね。あと、絶望的な耐性の悪さも備えています。冗談抜きで一発も食らえません。いや雷は強力な使い手も多いからね。性能があるからといって気楽には使えないな。その一方、見た目については改善しています。大体クシャナ X のおかげですが。これは元が悪すぎる気も、泣く泣くなが純粋にかっこいいのはあるが。続いてはミクミク。ここでもクシャナ X が使われてるね。ミックミクとも呼ばれたりしますが、もちろん、某ネギの型由来ですね。性能の方は状態異常を生かすサポート寄りとなってます。防護スキルが充実していますね。これは 4G 初期に高速役がつけてたイメージだな。とりあえず担ぐにはいい装備だと思う。ただ、煮詰まると物足りなくなる装備ではあったかな。この構成なら匠も別に切っていいし。ガチればもっと状態異常に特化できますからね。外神盛り特殊改心とか。ここからは DLC ありの環境になる。今は一から作るのが難しい装備だよ。GX ハンターですね。これは体験の最終装備です。基本的な構成は、胴と腰に GX ハンターを入れて、あとは倍化したり、さらに GX ハンターを追加したりします。GX ハンター動画、不動4抜刀改心3スロ3と超優秀。腰も 1V で集中がつくなど、バグり散らかしてるよ。頭は脳刀術、腕は挑戦者1が単体で発動します。リベクエボーグラシーぶっ飛んだ性能ですね。この性能、今作の体験環境ともマッチしています。ローグレギオンのような匠不要武器とよく合います。発掘でスムラ体験を引き当てれば、そのまま流用も可能。文字通りの最終装備ってわけだね。マイナススキルで土井指定則もあるんですが、これもログレギなら実質踏み倒せてしまいますね。さすがは 4G に愛された武器種、体験だわ。他の武器誰もかなわんってこんなの。ラストはやっぱりこの方、スターナイト一式だよ。これも有名な装備ですね。USJ とのコラボ装備になります。素の発動スキルは3つだけですが、真剣一体は心眼と技物の複合なので実質4つです。一式ってことで言うと、歴代最強かもわからんね。欠点らしい欠点がない装備だ。武器種は総中魂との相性がいいと思います。乗りマスも一般モースには有効ですし、心眼がついてるのが非常に偉いです。白で戦うペタンマデュラとは特に好相性。GX ハンターといい、生産武器のトップとの相性が防具の良さをさらに引き出してるね。ベースがいい上にスロットも計11個空いてるので、拡張性はかなり高いです。お守り次第で弱特挑戦者プラスアルファが簡単に組めます。こっちもバグってますね。これも、死に打ったら自然にフルスタナイが出てくる。ウカウカウに似たところがあるな。以上、MH4 シリーズのテンプレたちでした。発掘装備を含めると、それっぽいのあるんですが、明確なテンプレとしてはこのくらいですかね。2025年現在、DLC がダウンロードできなくなったので、ほぼ最終装備となっているものも多いと思います。GX ハンターから明らかに異質だったよな。さすがは追加コンテンツ。というわけで終わっていこう。また別の作品の装備も紹介してみたいね。ですね、またしっかり調べないと。ほいじゃ、次の動画で。またね。